んにちは、みやぶんぶんです。ゴールデンウィーク最終日です。最終日に爆発してしまいました。あらゆるものが。ということで、購入品紹介です。まずはですね、お散歩着物に行ってまいりました。私お散歩着物は何店舗かアンティークの着物ショップさんたちが集まって開催されている催事なんですけれども、今回はですね、多分大きい会場で普段よりもたくさんの店舗さんが集まって開催されておりました。そこでですね、2日目だって、しかも雨の日だったので結構ね、人は少なくてゆったり見られました。私は1日目行ってもよかったんですけど、欲しいなと思ったものが2日目入荷だったので2日目行ってきました。それがですね、こちら。よいしょよいしょ。これです。じゃーん。お山の帯です。ウィングさんで販売されておりましたお山の、これはローの帯かなと思います。いや、もうインスタでご紹介されてた時からもう色使いがすごくて、山って結構こう荘厳な感じでね描かれたりすると思うんですけど、これ結構彩色というかカラフルな絵で、この雲の感じとかもすごく可愛らしくてですね、夏に絶対締めたいと思って購入させていただきました。11時からオープンだったんですけれども、頑張って早起きして、それでも9時半くらいに行ったんですけれども、9時半でね買えましたでも私プラスお一人2人くらいしか開店前には並んでおられなくって、やっぱりね、皆様1日目はすごい人だったらしいので1日目に集中してたのかなと思います。雨の日でしたしね。ということで無事購入させていただきました。山たまらないです。本当にこれが前なんですよ。前の山は真っ赤なんです。素敵。いやー、これ裏がこれかな。裏は何もないと思いきや、ちょっとこの表のこの波の余波みたいなのがあります。これがまたこっちのあえて出してもいいかもしれないですね。帯留めが主役級のものだったら。いやー、でもこれだとね、やっぱり帯を主役にしたくなるなと思います。私よりね前に並ばれてた方が私のこの欲しかった帯と同じ方向にね向かわれてたので、これはもう終わったかもしれんと思ったんですが、私の欲しかった帯の隣の帯を買われておりました。セーフでございます。本当に欲しかったらもう何時に行ったらいいんだろうって感じですよね。本当に私より前の方がこれ欲しかった時、欲しくて買われた時、私は一体何時に並べばよかったんでしょうかね。怖いですね。かわいいというか素敵ですよね。この雲の色使いもこの緑が入ってるのが最高です。そしてですね、このお着物にお店さんの方がウィングさんがトルソーで合わせてらっしゃったのがこちらのジョゼットのお着物です。じゃーん。これがですね、
波かなって感じなんですけど、これはアンティークの匂いするこの真っ青、もう根性じゃないけど、なんだろう、群青っていうのかなの真っ深い青、潔い青でして、ただこれ台風とか来た時に出る天気図っぽくないですかっていう話をしてました。確かにと思って、で雲にも見立てられるし波にも見立てられるから、魚さんとか乗せたらこれはもう青い、見たくなった。まーちゃんも見たくなったの。そうなのね、素晴らしいお着物よね。いいよね。ね、どう？気に入った？正宗さんも気に入ったようです。これにね、この帯を合わせるんですよ。もうインスタとかでね、美しい写真が載っているのであれなんですけど、こう合わせるともう雲の上に浮かぶ山ということで美しい組み合わせだなと思います。これはね、もうここぞという時に下ろしていきたいなと思っております。これがお目当てだったわけでございます。お山様がこちらがお目当てだったんですが、いろいろ見ていると欲しいものもねありまして、夏物のが欲しいという気分です。暑くなりかけていたので、今日は寒かったので合わせを着ていったんですけれども、夏物です。気持ちはだって暑くなるのが分かってるからね、薄物が欲しいじゃないですか。まずね、帯揚げを購入させていただきました。こちらはね、暮らし屋さんで購入いたしました。濃い抹茶みたいな渋い抹茶色の格子がとても合わせやすそうで、ローなので夏にお太鼓するときに合わせやすいかなと思って購入いたしました。そしてこちらが同じく暮らし屋さんで購入させていただいた、これもローかな、ローのお着物です。この色が渋くて、夏って結構こう明るい爽やかなお色味のお着物が多いなって思うんですけれども、スキッとした感じのこの結構暗めのカラーのイメージでいうと冬っぽい感じですよね。でさらに幾何学でこのよろけみたいなのがとっても渋くていいなと思いました。これだと帯がどんなもの着ても帯が主役になって映えるなって思ったのと、ちょっと夏もこう草花が生え盛る時期なので草花が多いと思うんですけど、それはちょっとかっこいいものが着たいなと思ったので、ちょっとこれをね選んで試着したらねちょっと買っちゃいましたね。はい。でこれなんか縦に銀同士みたいのがここにスーって入っていて、それもまたちょっとすっきりと着られるかなと思っております。こういうなんかシンプルなお着物にもね合うかなって思います。ちょっと地味ではありますが山が主役ということでこれは本当にいろんな帯が合わせらせそうなので、すごいたくさん着られるなと思います。カジュアルな時にそれがすごい楽しみです。ここまでがお散歩着物で購入させていただいたものです。それでですね、なんと今日ランコさんにも目白のランコさんにも行かせていただきまして、セール最終日ということだったので伺ってまいりました。そしてセールじゃないものを買うっていうなんかすごい謎の行為をしてしまいました。ランコさんは私つい最近初めてお伺いさせていただいたんですけれども、
面白い柄とかがすごく多くて、あと珍しい柄がすっごい多いなって思いました。すごくランコさんがもうこだわってセレクトして集められたものたちがそのテーマに沿って一気にガーって出されるんですけども、もうその物量にもびっくりだし、そのなんか中身の質とかものもびっくりですね。謎にですね、3本も買ってましたね。なんでこうなったのかはわかんないんですけど、ランコさんにはねそのね魔力があるんですよ。1個ずつご紹介できればと思います。このテープなんか今回のサイズで出されてた帯の柄ですね。リスちゃんとか鳥ちゃんとかが載ってた帯なんですけど、その帯はねもう誰かのところにお嫁に行かれてたんですけど、すごく可愛かったです。まずこれじゃん、柄見本、デコの柄見本から作られた帯だそうです。これランコさんのとこでお仕立てされたそうです。柄見本、ランコさんがおっしゃってたのは柄見本は結構あるけどデコの柄見本は初めて見たっておっしゃってました。私もねデコの柄見本はね初めて見ました。ややさんでもたまに柄見本の帯で出されてるんですけど、デコって見たことないなと思いましたね。サラサとかが多いイメージがあります。なのでもうすごい珍しいものをね見て、これインスタで見てすごい気になってたんですけど、本当に今回のランコさんの催事が11日ぐらいあって、ゴールデンウィーク前ぐらいからやられてたんですけど、ゴールデンウィークからやってたのかな、まさか残ってるとは思わなくって、私今回買ったものなんかまさか残ってると思わなかったものしかなくって、私が気になってたものはほぼ全部残ってたんですよ。なんで残ってるんですかっていう衝撃とともにお迎えしましたね。なんで残ってるんですかってランコさんに聞いたら、いっぱいあったのよって言ってました。いっぱいあったからってみんなデコを買って帰ったのよって言ってました。それにしてもね、俺もデコですけどみたいな感じですね。柄見本、これ裏が水色なのがすごいスキッとしてていいなと思います。珍しいですよね。このスキッとした水色。じゃーん。これはもう何に合わせてもいいんじゃないですか。この着物に絶対合いますよね。これ裏が水色だし、この幾何学とこのデコは鉄板じゃないでしょうか。これで着たいなと思いますこれちょっと誰か私と一緒にお出かけしてくれませんか。求むという感じです。これ前柄がまた柄見本なので全然違った柄が出てきて、これかな、ここら辺が出てきます。ここら辺もねタロットカードみたいな、なんだろう、カードお札かなとかが出てきますね。紫のところとかが、いや本当に珍しいし素敵だし、帯でランコさんが仕立てに出してされてるのに、価格はね抑えられていまして、まあなんということでしょう。びっくりでございました。買っちゃいました。びっくりしました。本当に自分にもびっくりした。ランコさんの店にもびっくりしたし、自分にもびっくりしてます。未だにびっくりしてます。ランコさんにねたくさん働きましょうって言われました働きます私。そして次がですね、またデコの帯です。こちらなんかペナント型みたいな、ペナントみたいな形の中に、これはですねゴルフなんだと思うんですけど、グロフって書いてありますね。で玉突き場玉突き場ということはビリヤードか。じゃあこれは何なんだ、グロフは何なんだ。あと三省堂とかティールーム、カフェキングとか、これ見れば見るほど面白い帯で、この若草色っていうんでしょうか、これもすごく素敵ですし、これなんか贅沢に全通でこう開き名古屋で作られてて、でこちら裏もすごくほっこりしたタイプのいい生地を使ってるっておっしゃってました。こっちはなんかこうちょっと明
朝のほっこりした感じに合いそうだなと思います。紬とかなので表裏で使えるし、もう表はね言わずもがなこの素晴らしいデコの帯、はい、なんで残ってたんでしょう。ずっと同じことを言うんですけど、なんで残ってたんでしょうか。ありがとうございます。そしてですね、私が一番気になってた帯がですね、これもなぜか残ってまして、なんで残ってたんでしょうかっていう帯です。もうこれね、全部盛りって言ってました。全部あるのよって。フルーツもあるし、鳥もいるし、これ鳥ちゃんなんですよ。鳥もいるし、クモの巣よって、全部あるのよって言ってましてね面白かったです。本当にびっくりしました、残ってて。だから皆さん催事とかでこれもうないかもなーとか思っても行った方がいいのかもしれません、この世の中意外と残ってるっていう、意外と残ることもあるっていう不思議な、現象もね、私身をもって体験しましたので、皆さん意外と催事は行ってみるといいことがある。じゃーん。いやー、これなんで残ってたんですかねいただきました、ありがとうございます。もう鳥ちゃんもね、これクロシャスっていうと結構その毒っ気のある感じ、怪しいこのツヤ感とかが怪しい感じを出しがちなんですけど、これ結構なんかこうすっきりと可愛げのある刺繍とモチーフの描き方だなと思っております。これもね、こういうお着物に合わせてもいいですし、なんか黒だからもう何でも合うと思うんですよね。これはちょっとあれかな、ちょっと違いすぎるか。でもまあこういった色がパキッとしたものに合わせてもいいなと思います。いやー、これ残ってた時びっくりしました。クモの巣と鳥とフルーツの全盛り。私フルーツの帯って持ってなくって、ランコさんの催事が今回フルーツとデコっていうテーマだったんですけど、フルーツね1個も持ってなかったので欲しいなとはちょっと思ってたんですけど、まさかねクモの巣と鳥までついてくるとは思ってませんでした。お得セットですね、これは。なので私は今最高な気持ちとともに心臓がバクバクしております。おー、こんなに買ってしまったという、久々にこんなにやらかしてしまいました。緊張してます今、自分に緊張してます。ちょっと自分が恐ろしくて緊張してます。でもね、やっぱりアンティークってやっぱり、私なんかね全然アンティークの猛者たちに比べたらね若輩者ですけど、年々やっぱり少なくなってるなーっていうのは感じるので、もう出会ってこれだと思った時にギュッとしないといけないんだなっていうのはこう身に染みておりますので、今回もたくさんギュッてさせていただきました。ということで皆様も何かやらかしたら私に教えて、私に勇気をください一緒にこのね着物やらかし街道を突き進んでいけたら嬉しいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。並走してください、私とついてきてくださいお願いしますということで、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。それでは